おはようございます。阿部義俊です。外が今工事中でめちゃくちゃうるさいんで、ちょっと音が心配ですけど、Etsy という通販サイトをご存知でしょうか。 ETSY かな。iPhone とかだとオレンジ色のアイコンでETSY って書いてあって、自分はちょっとこれをどこで知ったのかもう覚えてないですけど、つい最近知りまして、知ってる人から見たら今頃みたいな話かもしれないんですけど、何かというと、そのハンドメイド品の世界最大規模のフリマサイトみたいな、メルカリのハンドメイド品の世界規模みたいなやつ、ニューヨークで2005年に立ち上がったのかな。なんかそんな感じで、今世界最大規模のハンドメイド品の売ったり買ったり、だからそこに個人の人が自分の作ったハンドメイド品を出品して、それを僕みたいにちょっと気に入ったものがあったらそれを買うっていうようなことをやってるところで、僕は最初ハンドメイド品ということを全然知らなくて、多分ペン BBS かなの万年筆かなんかをネットで検索してるうちになんかたどり着いて、でその Etsy っていうそのサイトの中にペン BBS もオフィシャルサイトみたいなものを確か持っていて、でそこでペン BBS のペン売ってたんですよ。だから僕は最初はそういうふうに普通にいろんなメーカーの楽天市場みたいな総合サイトだと思ってたんですよ。でそれでペン BBS の万年筆何本か買ったりして便利だなと思って、でそこから、また時々調べるようになって、でファウンテンペンとかで、だから海外のサービスなんで、日本語も通りますけど、であと最近だから翻訳がしっかりしてきてるんで、その翻訳ボタンを押すと細かい翻訳が出たりするんですけど、でそれで調べていくうちになんか見たことのない変な万年筆とかが、いっぱい売られてることに気づいて、なんじゃこりゃって思って、そこでやっとハンドメイド品なんだって気づいたんですよ。で、何本か買ってみて、面白いのをちょっと2本ぐらい紹介しようかなと思って、まず、これはインクルーシブって言ったかな、なんか後でそうか直リンクを貼れるのかとかちょっと分かんないですけど、ちょっとショップの名前とかを概要欄にちょっと貼っておいたりしようかなと思いますけど、万年筆の市販の万年筆をちょっと加工して売ってるみたいなとこなのかな。何本か面白いペンがあって、これは最初に言っとくと、見た目が超安っぽくて、これいいペンなんで、ぜひこれのもうちょっとなんか使って愛着が湧く、高級版を出してほしい。これは回転吸入式なんだけど、ここが昔買った安い万年筆と同じで、ここが固定されてなくてぷにょぷにょなんですよ。だからこれこっちに回ったらインクがブーって出ちゃうじゃないですか。ここを一応これ以上回らないように一応固定されてはいるんだけど、この半回転しちゃうのがすげえ怖くて、それはいいんですけど、こいつは何がいいのかっていうと、ペン先が立川の丸ペン立川かな、丸ペンなんですよ。ちょっと丸ペン、下敷きを敷かないと紙をねガリっていってしまう。わかるかな、びっくりするぐらいっていうか、逆に丸ペン使ってる人とから見たらいつもの見慣れた丸ペンなので何のこっちゃって感じですけど、でも万年筆でこうやってインクが入れられる方式で、要するに普通のボールペンみたいにどこでも持ち歩いて、キャップ外したら丸ペンなんですよ。なんだろう、自分がずっと長らくおすすめしてきたオスプレイというメーカーのオスプレイもエッツィの中に、公式のサイトを持っていて、そこでペン売ってたりするんですけど、これはだからG ペンゼブラかなの G ペンのニブが入ってるんですよ。なんか特注でペン先をペンポイントがあるわけじゃないから、なんかペンがチタンでできてるんですよね。だからこいつはなんかねペン先が長持ちしてなかなかいいんですけど、ちょっとなんか自分の環境だとちょっとインク詰まりやすくて、ちょっと毎日使ってあげないとインク詰まっちゃうんで、気をつけて使わないといけないんですけど、こんなのもあったりして、でもだからG ペンの万年筆はいくつかあって、ジンハオの万年筆を改造して売ってる人、びっくりした。朝から連続で3本ぐらいちょっと動画取りだめしてたら、メモリーカードがパンクしました。何喋ってるのか完全に忘れましたね。とにかくインクルーシブというところが出している丸ペンのペン先の万年筆で、なんだろうな、これより細い線が引ける万年筆はちょっと見たことがないというレベルで細い線が自由自在に引けて、で、筆圧をかければ、筆圧をどこまでかけていいのか分かんないですけど、丸ペンだからね、
それなりに太い線も引けて、まあ要するに丸ペンなんですよ。だから丸ペン使ってる人から見たらこの線のなんていうかな、書き心地に感動はないかもしれないですけど、逆にそういう人は丸ペンがつけペンじゃなくて完全にインク中に吸入して好きなところに持ち歩いてどこでも使えるっていう便利。普通に丸ペンを日常使いしてる人もみんなデジタルに移行してだんだん丸ペン使う人も減ってるとは思うんですけど今頃ずっとなんかペンで漫画を描くことを否定はしてないけど苦手なんで、その逃げ回ってずっとデジタルでやってきたのに今頃急にペン画がいいですよみたいな話をし始めちゃって、なんだ完全に常に時代に逆行してますけど、でもまあとにかく丸ペンなんだろう、一人で盛り上がってますけど、日本でこれ使ってるの自分一人じゃないかっていう気がするんですけど、とにかく日本の丸ペンがとうとうちゃんとインク詰めて持ち歩ける形でちゃんとパッケージされたやつが出ましたよ。逆に言うと日本のメーカーが立川とかがスクールペンとかあと G ペンもだっけ、なんかいくつか出してくれてましたよね。あんまり普及しなくて廃盤になっちゃったのかな、なんか残念ですけど、まあでもこいつもだからこのインクルーシブかなっていうそのメーカーなんだか個人なんだかがどのぐらいの規模の人か分かんないんで、これもし使うんだったらちょっと何本か買いだめしとかないと。こいつは逆に本当に丸ペンなんで、もしかするとペン先がすぐ丸くなっていっちゃうかもしれないですよね。丸ペンだけにって言おうと思ったけどそういうことじゃなくて、そうだからオスプレイの方はやっぱ大きいメーカーで、しっかり作ってるんで、だからそういうことを考えて耐久性を考えてチタンでペン先作ってるのかな、ゼブラに頼んで作ってもらってるのか分かんないですけど、とにかくチタンだから少し持ちますよみたいなことは確か英語で書いてあったんで、こっちは多分単純に丸ペンなんで、あとこのインクルーシブのところでなんか立川丸2分なんとかペンみたいなもう一個あったんで、本当にいいと思って2000円ぐらいだったんで買うって言ってよく見ないで買ったら、さっき言った立川の300円ぐらいで売ってる、日本で売ってるそれが2000円で入っててもうちゃんと見なかったんで、だから向こうには多分アメリカの方とかだとそれが多分売ってなくて日本の貴重なやつってことで2000円で売ったんだと思うんですけど、それを違うな、なんかそれを買ってきて改造したのかなと思ったけど、でもそういうことでもないよな。なんかねペン先とかね、なんかちょっと独特なんですよ。透明なこのプラスチックっていうかアクリルのベースの中になんか丸ペンが半分埋め込まれている透明なインレイニブみたいになっていて、後で写真を載っけたりしますけど、でこれ自体がボディがラミーのサファリの中途半端なパクリ品みたいなデザインなので、握りの部分が三角形になってて、だからこれラミーの特徴ですけどめちゃ持ちやすいんですよ。それはいいんだけど、だからデザインとかに関してちょっともうちょっとしっかりしたやつを作ってほしいですね。胸を張って使えるやつをということでした。これが1個で、もう1個メイドバイミカエルショップみたいな、だからもう完全に個人の方だと思うんですけど、綺麗なペンが売られていて、じゃじゃんなんでしょうね、昔はこういうのなんか派手しくてなんか毒々しくて全然好きになれなかったんですけど、気づいたらなんかこういうのが大好きになってましたね。綺麗だと思いますね。木とレジンかな、何かをうまくこう混ぜ合わせて、ここは多分木だと思うんです。ウッド&レジンなんとか加工みたいになってたんで、こっちはだからいろんな色のレジンをグニュグニュグニュってやって固めてで削り出してるんだと思うんですけど、ちょっとどっか何箇所か継ぎ目っぽい感触がかすかにあるけど、基本的にはつるっとつらい位置になっていて、でこのネジとかの精度もなんかすごくぬるっと滑らかに回るネジで気持ちよくて、ペンもこのインクはパイロットのなんだっけコンペキか何かを入れてますけど、ペンの地幅はF かなんかで選べなかったのかな。なんか EF があったら EF が細字マニアちょっと何とかしないとなんかみんな EF になって書き味のバリエーションがなくなっちゃいますよね。やっぱり万年筆ってまた話脱線しちゃうけど、やっぱり中字とか太字とかでぬるっと滑らかな書き味みたいなのが万年筆の醍醐味だったりするところもあるんで、あんまり僕みたいにカリカリした EF ばっかりを使ってるのもちょっとあれかなと思って、 F もだいぶ細いけどやっぱり EF に比べると幾分ペン先がぬるっといく感じがあっていいですねってな感じで、ペンが重いんで今キャップポストできるんですけど、キャップポストするとリアンヘビーにも程があるって感じになってちょっと実用的ではないので、まず使う時はこういう形で使うことになると思うんですけど、でもいいですよね。こうで一点物なんで同じ柄のやつはないんですよ。ちょっと握りの部分が細すぎるんで、それは個人的には自分の好み、もうちょっと太い方が持ちやすいですけど、これはこれででも全然いいです。
でこのショップの人とかもだからその最初ちゃんと届くのかなとかおっかなびっくりでしたけど、ちゃんと届いて、正確に言うと最初届かなかったんですよ。それは完全に僕のミスで、三鷹の郵便局で何かの都合で止まっちゃってますっていう通知がちゃんとそのエッツィのそのサイトの方からメールで来てたんですよ。でそれが、英語が本当にダメなんで、なんだかよくわかんない、とにかくノットアンサーみたいになってて、なんじゃと思ったけど、要するに俺が返事をしなかったから持ち帰ったよみたいなことで、要するに海外からの郵便だから宅配ボックスに入れっぱなしみたいなことができなくて手渡ししなきゃいけなかったんで、僕が留守だった時だったんで、そのノットアンサーなんで持って帰りましたよって話だったんだと思うんですよ。それ気がつかなくて、で届かないんだけどみたいな英語のメールをそのエッツィの方のそのショップメイドバイミカエルショップさんの方に出したら、もう5分も経たないうちにその調べてくれて、だから今言ったみたいなやつを返事は英語で来ましたけど、これこうで三鷹の郵便局の日本の郵便局のサイトとかの URL をちゃんと送ってくれて、ここじゃないかなみたいな感じで送ってくれて、大変サポートもこれまただからこのミカエルさんのところがどのぐらいの規模なのか、個人でやっていてこういうのを日々コツコツ作ってる人なのか、もしかしたらもうちょっと大規模なとこなのか全然わかんないんですけど、とにかく親切でちゃんとしてました。というわけで無事に届いて、で値段もそんなに高くなくて多分5,000円するかしないかぐらいで、5,000円なのでペンとしては決して安いものではないけど、でも海外で一点物で送料とかがかかっていて、にもかかわらずそのぐらいの価格でペン自体は非常にしっかりした作りで、なんか大丈夫というかちゃんと長く使えそうな、感じです。今のところだからまだそんなに使って日が経たないんで、なんか長期使用のレビューみたいなのまだ出せないですけど、今のところバッチリですね。なのでここでまたいずれなんか気に入った柄のやつが出たらまた買おうと思って今時々そのサイトを覗いていて、でそこから類似の、こんなお店ショップもありますみたいなのを探していくともう無限にあるんですよ。だからこういう面白いレジンの柄のやつもそうだし、木軸とかで一点物のやつとかがバンバン出てたりとか、逆にパイロットとかペリカンとかのヴィンテージの万年筆が出てるとか、古道具さんみたいなところなのかなが出していたりとか、全部英語なので一応翻訳がついてるんで大体のところは翻訳できるんですけど、わからない部分もあったりするんで、僕もだから手放しで何でもおすすめってわけにもいかないですけど、少なくとも自分が買い物した3件か4件ぐらい買ったかなの中ではどれもちゃんと、品物は少なくて1件届かないのがあったわ。それはメールを出しても返事が来なくて、なんだろうこっちも悪いんだけど、なんか自分が作ったペン1ドルみたいになってて、でそこでなんかいわゆる黒い葉巻型のちゃんとした万年筆みたいなものが出品されてて、なのでそうなんだと思って何本でも買えるみたいになってたから、なんだろうこれはと思って試しに1本1ドルかな1ユーロかなだったんで、じゃあ2本試しに買ってみますみたいな、2ドルかってドルだ2ドルで買ったんですよ。で、届かずで、よく見てみたら多分そのショップの使い方がまだ分かってない人で、本当は多分100ドルぐらいのちゃんとした万年筆を出品するつもりで、何かテスト的に商品欄を1個作ってみたやつみたいなやつを僕が間違えて目ざとく安いのを見つけてわっと言って押しちゃったみたいなんですよ。だからその後メールの返事とかも来なくて、だから2ドルちょっと損してますねみたいなこともあるんで、全部のところで手放しでおすすめはできないんですけど、ちゃんとした星4とか星5とかで評価されていて、あとはだからこのショップは先週1週間で何本売れてますみたいなのが出てたりとか、万年筆だけじゃなくて自分はだから見た中ではコーヒーのドリッパーみたいなものを、手作りなのかなしてる人とかもいたりして、でそういうやつとかもだからドリッパーとかも結構ドリッパーの形がこう違うだけで、こういうふうにこれは、カフェクのディープ27っていうドリッパーですけど、こんな感じで変わった形のドリッパーだと味も変わったりするんですよね。なのでちょっとそういう一点物のドリッパーとかも面白いなとか、なんだろういろいろ面白いものがいっぱい売っていたんで、特にこの今言った丸ペンが使えるやつがなんか突然売られていてすげえびっくりしたっていうのと、このメイドバイミカエルさんの、ところのペンがすげえ綺麗でよかったよっていうような話でした。というわけで自己責任になっちゃいますけど、そういうハンドメイド品のなんかもうハンドメイド品の万年筆を買い始めたら末期ですよ。やばい。要するに終わりがないんでね。モンブランとかだともう149、中古とは1本手に入れた時点で何かわしのモンブラン旅は終焉を迎えたみたいな感じがちょっとあるじゃないですか。ハンドメイドは本当終わりがないので、ほどほどにしつつ時々何かいいことでもあったら1本買うみたいなことをやっていこうかなと思っていたりするところです。これはでもねすごい当たりのペンでしたということでした。
エッツィというニューヨークで立ち上げられた世界最大級だから多分知ってる人もみんな知ってますよね。これ見てる人も大部分知ってて、お前何言っとんじゃってなってるような気もしますけど、まあ知らない人がいたらそんなところもこんな世界もあるんだって、逆に自分が出品する側に回っても面白いかもしれないですね。僕別に手芸品何か作れるわけじゃないけど、例えばだからその自分のどうなんだろう、例えば同人誌とかを出品しても大丈夫なのかな。なんかそしたらグローバルに何か絵が売れたりとか、逆に例えばだからそのパトレオンとかで海外の人で支援してくれてる人とかになんかお礼出せたらなと思うんだけど、そういうのところにやれたらちょっと自腹で送るみたいなこともしかしたらできるかもしれないんで、まあ、そんなこととかもあったら面白いですよねみたいなことで、まあエッツィという海外のハンドメイド品のフリマサイトの紹介というか、なんか使ってみてこうでしたよみたいな話でした。ありがとうございます。ではでは。